ステンレス流し台をピカールとシリコンルブスプレーで鏡面に磨いてみた。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。プロローグ。流し台の扉は水が流れたような跡や汚れが目立ちます。引き手も色あせてきました。今回の動画では流し台のステンレス部分全部を対象に磨いていきます。引き手は外して塗装し直します。ただ扉の場合は磨けば良いというものではありません。注意事項は一般的に扉表面には保護コートがかかっているからです。なのでピカールを使うとコートが壊れることになりますので注意してください。それを知らないで研磨するとコートが破損するので全部取り去るしかなくなります。私の場合は年代物でコートがすでに剥がれているのです。なので私は研磨を選びます。天板の状態です。シンクもご覧のようにくすんで見えます。洗うものを引きずったり落としたりのミクロ傷が原因です。傷は浅ければ鏡面を取り戻せますが、深いものやへこみはなかなか大変です。それでは引き続き動画をご覧ください。作業開始。とりあえず扉を水拭きしてみました。目的は水滴の跡が消えるかの確認です。汚れは取る手段があることは分かっています。ご覧のように水滴の跡は消えていません。なんというか水が流れたようなラインが薄くついています。この段階で保護コートのある方はシリコンルブスプレーを試してみてください。うまくいく可能性があります。理由は扉には原因となる擦り傷がないからです。天板とシンクの研磨。研磨にはこれらを使用します。研磨を開始します。右手だけグローブをしています。布にピカールを少量取ります。もちろんその前によく攪拌してからです。大量に取る必要はありません。むしろ少量の方が効果があります。薄く伸ばして円を描くように研磨していきます。機械でする方もいるようですが、私は手で行っています。確かに機械の方が疲れませんし効果的なように思えます。私も以前はそうしていました。しかし個人的には何回かやってみた中で手作業の方がよく仕上がる気がします。それは多分指先でピンポイント圧力をかけることが良いのだと思います。機械では力が均等にかかるだけで一点集中ができません。そしてごく小さい布切れを使っています。大きいものではその一点集中ができないのです。厚手の布もダメだと思います。研磨がうまくいっていると最初白っぽい色がこのように黒くなります。これはステンレスの表面が削れてきた証拠です。円を描いているのは傷でできたミクロの山に研磨剤を横から当てて削るためです。そうすることで表面が平らに近づいて乱反射がなくなる理屈です。磨くにつれて表面に映った像がだんだんとはっきりしてきます。よって手順は研磨剤が黒くなることを目指し、次に像がはっきりしてきた頃が磨き終わりです。あとはできるだけ磨き残しがないよう均一に研磨するよう配慮します。このことは何回か経験すると
だんだんわかるようになります。さてシンクの順番です。今回は動画長さの関係で立ち上がりは除外して底面だけにします。同じように円を描くように研磨していきます。強く力を入れる必要はありません。シンクの場合は傷が多いので倍くらい時間をかけます。磨き方はかける長さが違うだけで変わりありません。半分を過ぎる頃にはだんだんと疲れてくるので休憩しながら行います。大きいへこみはその底に研磨剤が届かないので念入りに行います。小さな傷は研磨すると次第に消えていきます。深い傷の場合はまず番手の小さいサンドペーパーで削ります。徐々に番手を上げてからピカールを使う手順になります。その場合は結構時間がかかることになります。シンクだけは事前に方法を考えてから研磨します。この後扉も行って終わったらしばらく乾燥させます。引き手の塗装。塗装のために引き手を外します。裏側から 4mm ビスで止まっているだけです。材質はアルミダイカストだと思います。外れました。当初と比べると色が随分くすんで見えます。ところどころ変色もあります。実はこれ1回塗装していて今回で2回目です。まずサンドペーパーで目荒らしを兼ねて表面を整えます。表面がほぼ平らになれば OK です。色を全部落とす必要はありません。使った番手は1500番です。次にアルコールで脱脂します。この工程を省くと剥がれの原因になります。剥がれが心配な方はスプレープライマーなどをお試しください。終わったので塗装します。どこにでも売っているラッカースプレーです。あらかじめ裏を塗装しています。表を先に塗装するとそれが乾いても裏にして吹いたスプレーで紙にくっついてしまいます。このように何回かに分けてあまり熱くならないようにスプレーします。速乾ですから15分もあれば完全に乾きます。4方向を見て塗装が入っていれば良いでしょう。ちょっとスプレーが近いのですが出が悪いのでこのようになりました。拭き取り。研磨後しばらく乾燥させます。別布で研磨で黒ずんだピカールを拭き取ります。この時表面が乾いていないとあまりツヤが出ません。表面が乾いたことを確認してから始めます。次にマイクロファイバークロスでさらに拭き取ります。天板もマイクロファイバークロスを使います。全体的に軽く拭き上げる程度で良いと思います。
綺麗なようですが、拭くとクロスがうっすら黒くなります。シンクの状況です。完成動画にはありませんが、これでほとんど仕上がりです。表面にはなりましたが、小さなへこみが逆に気になります。このくらいで良いでしょう。最後にパフで仕上げていきます。パフは最後に残った研磨の細かい黒ずみを取り除きます。パフ後です。水滴の跡は確認できません。シリコンルブスプレー処理。一番最後にシリコンルブスプレーを使って表面を拭いておきます。直接スプレーすると表面に模様が出るので、一旦布でワンクッションします。このルブスプレーは劣化した素材を蘇らせる効果があります。保護コートがある方はこのルブスプレーだけで試してみてください。良い結果が得られるかもしれません。事前にどこかでコートを溶かさないか確認は必要です。完成。完成しました。画像を見た第一印象はどうでしょうか。冒頭の画像と比べてみてください。比べるなら1分47秒頃の水拭きした後の動画が良いかもしれません。向かいの棚が映っているので別角度動画もご覧ください。天板はこのようになりました。別角度からの扉面です。トータル時間は塗装込みで半日までかかっていません。今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。次回作にどうぞご期待ください。チャンネル登録と通知をオンにお願いします。